この世界は数学でできている。そんな言葉、聞いたことはありますか？単なる例え話のように聞こえるかもしれません。でもこの一言、実は最先端の宇宙論や物理学で真剣に議論されている重要なテーマなのです。その代表的な主張が数式宇宙仮説。これはアメリカの物理学者マックス・テグマークが提唱した仮説で、この宇宙は数学的構造そのものとして存在しているとするものです。私たちはよく自然現象を数式で表現できると言います。でもこの仮説はもっと根源的な問いを投げかけてきます。もしかして私たちの世界は本当に数式でできているのでは？身の回りを見渡してみてください。雪の結晶が見せる緻密な六角形、ひまわりや松ぼっくりに見られるフィボナッチ数列の並び、ナスカの地上絵のような直線的構造や惑星の軌道、自然界のあらゆる場所に数学的な規則性や対称性が現れています。私たちがそれに気づいたのは古代にまで遡ります。古代ギリシャのピタゴラス学派は万物は数なりという言葉を残しました。ピタゴラス音階やピラミッドの設計など、彼らは自然と数学の一致に神の意志さえ見たのです。時代が進んでもその感覚は変わらず、ガリレオ・ガリレイはこう言いました。自然という書物は数学という言語で書かれている。ではここで私たちが普段使っている数学とは何なのか少し立ち止まってみましょう。私たちは物理や科学、生物、経済、社会現象まであらゆるものを数学で記述し予測しています。例えばリンゴが落ちる動きは運動方程式で、電気の流れはマックスウェル方程式で、宇宙の膨張すらアインシュタイン方程式で表せます。これらの数式は偶然の産物ではありません。観測に基づいた実験と数学的な推論の積み重ねによって導き出された自然のルールそのものです。ではもし私たちがこの数式なしには自然現象を理解できないとしたら、逆に言えば自然現象イコール数式の表れではないかと考えることもできるのです。ここで改めて紹介するのがマックス・テグマークの提唱する数式宇宙仮説です。この仮説の核心はこうです。この宇宙は数式で表せるのではなく数式そのものなのだ。つまり私たちが見ている現実は物理的感覚的な存在ではなく数学的構造の一形態に過ぎないというのです。テグマークはこの宇宙を数学的存在の一例と捉えており、それ以外にも無数の数学的に可能な宇宙が存在しうると考えます。ここでいう宇宙とは空間や星だけではなく構造としての宇宙、つまり数学的に一貫性を持つ存在です。この考えに従えば、例えば私という存在も物質でも心でもなく数式的なパターンに過ぎないということになります。この仮説の衝撃は意識にまで及びます。テグマークは意識が脳という物質に宿るなら、その構造やプロセスもまた数学的に表現できるはずだと言います。つまり意識も心も思考さえも複雑な数式の結果でしかないという見方です。この考え方に従えば自己とは数学の中で生まれた錯覚なのかもしれません。そう考えると私たちが世界を見ているのではなく、世界が数式として私という構造を実現しているとも言えるのです。しかしここに最大の問題があります。この仮説は科学的に検証する手段がないのです。観測によって確かめることができない以上、数式宇宙仮説は科学というよりも哲学に近い立場になります。とはいえ私たちが見ている現実がここまで数学的に整っているという事実だけでも、この仮説が全くの妄想とは思えなくなってきます。物理学者たちはしばしば数式の美しさに惹かれます。アインシュタインもディラックもファインマンも、彼らは美しい理論ほど真実に近いと信じていました。ある物理学者はこう言います。美しさが正しさを導くと、この美しさとは無駄がなく対称性があり簡潔で広い現象を説明できるもの。それがまるで宇宙が自ら数学を選んだかのような印象を与えるのです。私たちが住むこの宇宙、それは巨大な天体の運動とミクロな量子の揺らぎが織りなす壮大なシンフォニー。もしその全てが一つの数式の展開に過ぎないとしたら、この世界はある意味で数学が見る夢なのかもしれません。その夢の中で私という数式が今あなたに語りかけています。このチャンネルでは宇宙の常識を覆すような科学の話題を毎週お届けしています。今回のテーマが面白いと感じた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。
それではまた次回のサイエンスログでお会いしましょう。